死ぬためにはいやーすごい作品でしたね。いやすごかったですね。映画国宝も見てきたんですけども、前評判にたがわず素晴らしかったですね。そうですね、前情報をほぼ入れずに行ったんだけど、まあいろんな人がもう大絶賛みたいな感じだったじゃないですかまあ細かい内容はよく分かってなかったけど、細かいことはよく分かんないけどみんながとにかく絶賛してて、そんなすごいのってちょっと疑いの目を持った状態では行きましたよまあでもみんなもう今年ナンバーワンっつってたじゃんおいファーストキスどこに行ったんだよみたいな感じだったけどいやそうだよ、あと半分あるぞみたいなついこの前までファーストキスだっつってたのになんかねえ。まあでもねすごかったっすよこれは。だからちょっとベクトルはさやっぱり違うから、いや違うね、別物の凄さというか、なんかもう独自のカテゴリーっていうぐらいの凄みを感じましたねこれは。そうだよ、なんか歴史的なその、なんて言うんだろう、こう積み重ねみたいなものもあるしさ、なんかちょっとねファーストキスとはまあ、ファーストキスはファーストキスよかったけどあまりにもジャンルが違いすぎるなっていう感じ。ちょっとこっちは重いね、テーマというか。そうだね、まあそんな感じで今日はついさっき見てきた映画国宝について話をしてみたいと思います。はい。こんにちは勝間です。こんにちは大国です。ダイニング FM は勝間と大国の夫婦が映画ドラマなどコンテンツの感想を中心にファッション、スイーツ、ホテル、マンションなど我が家で話題のトピックをお届けします。はい、というわけで、映画国宝すごかったね。すごかったです。あらすじをまず最初に簡単に話すと、後に国の宝となる男は任侠の一門に生まれた。抗争によって父を亡くした菊男は上方歌舞伎の名門の当主花井半次郎に引き取られ歌舞伎の世界へ飛び込む。そこで半次郎の実の息子として生まれながらに将来を約束された御曹司俊介と出会う。正反対の血筋を受け継ぎ生い立ちも才能も異なる2人はライバルとして互いに高め合い芸に青春を捧げていくのだが、多くの出会いと別れが運命の歯車を狂わせていく。血筋と才能、歓喜と絶望、信頼と裏切り、そのもがき苦しみ、壮絶な人生の先にある感涙と熱狂、歌舞伎という誰も見たことのない禁断の世界へ、激動の時代を生き抜きながら世界でただ一人の存在へという感じの話なんですけど、歌舞伎をテーマにした話ですね。でそこで任侠の組長の息子となる吉沢亮さんが演じる菊男っていうところと、あとその歌舞伎の血筋を継ぐ横浜流星さんが演じる俊介、その2人の半生みたいな感じの話ですかね、これは。なんか最初に新年会なのかな、のその余興みたいな、そう余興の一つで菊男が歌舞伎の真似事みたいなことをみんなの前で披露するんだけど、花井半次郎か、渡辺謙さんですね、がたまたま遊びに来ててっていう感じなんだけど、菊男のお父さんとお母さんも歌舞伎役者にその自分の息子の出来の良さをちょっと見せつけたいみたいな、なんかあそこのさ、そうだね、目の動き、なんかそのカットの割り方がさみんながそれぞれその思惑を持ってる みたいな目をしてるシーンが象徴的というか、確かにそこでさ、構想でさいきなりお父さんがさ、殺されてまうっていうさ、冒頭からねすごい感じの始まりだったよね。そう、なんか最初結構スピード感があるというか、展開が早くて、でもあそこからもう結構あの世界観にこう引き込まれるっていう感じがあったよね。そう、で何気にこれ最後の最後まで全然気づいてなかったんだけど、その組長が永瀬正敏そうなんだよねなんかさ最初の方はさその、組長が新年会してるからさ、組長が結構出てるんですよ、
なんだけど私たち永瀬正敏だなんて全然気づいてなくて、全然分かってなかったんだよね。最後エンドロール出てきた時にあれって思ってあれ多分2人とも同時に思ったと思うんですけど、出てたみたいな感じだったんだけど、ね、いついたのって思ってね、全然分からないぐらいに。だからヒゲと髪型と眼鏡、そうだね。でもなんか結構雰囲気が我々の知ってる永瀬正敏のなんかこう雰囲気をちょっと変えてる感じがあったなって感じだったけどね。ちょっとね気づけなかったね。気づけなかったよね、あれは。それはね、まあそんなのがあったんですけども、まあそこからこの吉沢亮と小浜流星さんのこの2人の物語続いていくっていう感じだったんだけど、だから抗争でその場でもう組長がね、殺されてしまって、でその後貴公が一人ぼっちになっちゃったから、その場にいた花井半次郎が、身元をね、引き取ってで歌舞伎役者として育てていくっていう感じなんだけれども、でも奥さんの方がね、最初反対してたよね、やっぱね。寺島しのぶさんですね。寺島しのぶさんが。寺島しのぶさんはもう本当にいい演技でしたね。もうあれなんか超自然体だったよね。これはもう寺島さんしかできんやろっていう感じの本当にもうちょっと嫌な感じの雰囲気のね、まあ、自分自身の生い立ちというかっていったところにもまあそうだからやっぱり重ね合わせたところもあるんだろうけども、歌舞伎ってさ、やっぱそこの家に生まれたものが継いでいくものなわけだからさ、そこにそのよその血筋の子が入ってきて、そうだよね。そうで、まあ自分の息子と年も一緒だし、なんかそこで一緒にこう歌舞伎役者として生活をしていくっていうのが、まあいかんともしがたい、受け入れがたいっていう感じではあったよね。まあその血が大事みたいなのは、まあいろんなメディアだったりとか知識として知っては僕もいたんだけど、そんなに細かくちゃんと考えたことなかったというか、まあ実際こうやって映像でこう見せられると、ああなるほどこういう感覚なのかみたいなところはまあ、感じるものがあったよね。なんかそう、だから今その歌舞伎やってらっしゃる方でも、なんか最初は後継ぐつもりなくてやってなかったけど、途中から後継ぎとして襲名したりとか、なんかそういうのもあるしさ、やっぱその歌舞伎の世界の中でも世襲っていうものに対して、こう若い時は受け入れられないっていう人も中にはいらっしゃったりとかするから、やっぱりさそこに生まれたいと思って生まれてきてないわけじゃない、で生まれた瞬間からの重圧たるやっていう感じでさ、もう2歳とか3歳になったらさお稽古始まったりとかもするわけじゃないですか、血筋があるからいいっていうものでもちょっとないんだなっていうのはなんか見ててもね余計になんか感じてしまうというか、そう親がすごいからといって必ずしも子供もすごいわけではないわけじゃないですか。だからそこはやっぱり血の滲む努力があってこその芸が成り立つっていうところでさ、そこがねまた葛藤としてねこの映画の中にも表現がされているんですけれども、だからその芸がある菊男と血がある俊介、っていうところのまあ春坊ねの対比だよね。そうだから春坊はさ、ちょっと遊び歩いちゃってさ、あんまり練習に身が入らないとか、菊男の方はさ後ろ盾がないから、その芸に磨きをかけるっていうことでしか、こうなんか自信をつけることができない。ですよね。でまあそこがさ立場がさ、入れ替わったりとかどんどんしていくわけなんですけど、だから最初はその菊男がすごいこうガーッとこう盛り上がっていくというか、三代目半次郎かな、名前を襲名して盛り上がっていくと思いきや、渡辺謙さんが亡くなったことによってその後ろ盾がなんかこうなくなるみたいな感じになって、でちょうどその頃、自信を失ってこういなくなってた俊介が戻ってくるんだけど、そうすると今度俊介がこうガーッとこう崇め立てられてみたいな感じで逆に菊男はなんかこう地方の土佐回りみたいなところに行っちゃうみたいな感じのところにね。そうよね。だから地方の土佐回りを要はその姿をくらませてた俊介はやってたわけだよね。だから立場がこう逆転するんですよ。で俊介は姿を現したことで妖怪みたいなさ重鎮
人いるじゃない歌舞伎界のでその方がまあ引き上げてくれるんですよね。そうだね、そこでまた立場が逆転してしまって、この方がちょっと苦労して、もうなんか芽が出ないみたいな、こんなもがき苦しむ時期に入っていく、で紳助は紳助で引き上げてもらったそれを恩を報いるために一生懸命歌舞伎の世界で頑張っていくっていう、そうね、賞をもらったりとかし始めるんですけど、それに対して木久扇がまたちょっと嫉妬してしまったりとか、なんで俺はこういう感じになってしまったんだみたいなので悩んでしまったりとかっていうところですね、苦悩がつきまとっていくっていうとこなんですけれども、なんかもうこの立場の逆転っていう関係性がさ、なんかすごい上手に描かれてるというか。そうだよね、だから本当にその2人のもうほぼ一生みたいなところをずっとこう表現されてる感じではあるんだけど、だからこそこう映画をなんか見てるっていう感覚も当然あるんだけど、リアリティショーというかさ、リアリティショーでもないドキュメンタリー、ドキュメンタリー、その情熱大陸をさなんか見てるような感覚というかさ、映像の撮り方もさ歌舞伎のシーンとかもいっぱいあるけど、観客が見てるようなその視点のシーンもあれば、完全に舞台裏みたいなシーンもさ、同時にこうそういうカットもあってさ、映画なんだけど映画じゃないような感覚にすごいなってきてて、途中から。そうだから視点がさ、その実際に舞台に立ってる側の視点だったりとかするから、なんかその歌舞伎を演じてる人たちの気持ちになりやすい映し方をすごいされてて、彼らに対してこう感情を入れることが結構しやすいっていう感じだよね。そうだね、だからこそっていうのもあるかもしれないけど、この映画としてはもう約3時間長い近代のこの映画においてはなんか長すぎるだろうみたいな感覚はあるんだけどまあでも実際はそんな長いっていうことはあんま感じなくて、かなりテンポよく2人の一生をこうずっとね描いていくっていう感じがあるので、いや全然なんかその中だるみすることっていうのは全く一切ない、そんな展開ではあったよね、これは。いやでもこの2人のその歌舞伎の演技がすごいというか、いやー怪演でしたね完全に。まあ私たちあんまり歌舞伎のこと知らないんだけどさそうだね、本物の歌舞伎と比べてどうなんだっていうとか正直わからないけど、なんかその真似事みたいなものを演じてるみたいな感じは少なくても全くないよね。そう、私はね1回だけ歌舞伎座で歌舞伎見たことがあるんですけど、その記憶をたどるとすごい上手だなって私は思っちゃったんだよね。体の動かし方というか、その話し方というか声の出し方というかさ、そうで声の出し方独特だからさ、なんかそれをこう習得するだけでも結構大変だったんじゃないかなと思うんだよね。しかも女型の歌舞伎役者の役を演じるっていうことだから、これ結構大変だったと思うんだよね。いや大変どころの騒ぎじゃないよなこれは。そう私たちが見た時に、実際に歌舞伎をやってらっしゃるのかなって思っちゃうぐらい、なんかこう結構自然にそうだね、歌舞伎を演じられていたっていうところが結構すごいなって私は思いましたね。吉沢さんも横浜流星さんも両方すごいし、若者の頃というかさ、その少年時代を演じてたその2人学生の時だ頃ですね、黒川宗也さんと越山慶達さんっていう方ですね。黒川さんは映画怪物に出てた人だったんですね。僕後から気づいたんですけど、そう2人もの演技もやっぱすごかったですね、これも。あとなんとなく吉沢さんと横浜流星さんちょっとなんか似てる雰囲気とかもなんか感じたりするし本当に演技がみんなすごかったなって感じだね。すごかったよね。でなんかその衣装がね、やっぱ豪華で、歌舞伎の衣装ってさやっぱさ、日本古来のさ生地だったりとか使ってるから、もう雅ですよ、雅。すごいよかった。僕その歌舞伎をちゃんと見たことっていうのがまだ人生においてないんですけど、
ないんだけど、劇中のシーンで、早着替えじゃないけど、この着物をバッと脱がしてでね、違う雰囲気にバッとさせるみたいな感じのシーンとかあったじゃないですか。ありましたね。ああいうのがあるんだみたいなの普通にびっくりしたし、一度ね歌舞伎見に行ってもいいかもしれないですね。これは一回見てみたいなっていうふうに思ったね。本当に劇中の中で実際の演目が2人の演技で実際行われたりするんですけど、曽根崎心中、教科書で見たことあるなみたいな感じではあったんだけどあれが2回ね演じられるんだよね。で2回ともそれぞれ全然違う色が出てて、本当独特の空気感というか、曽根崎心中のその物語と、その2人の人生をうまく照らし合わせているみたいな感じのね、シンクしているようなところもあって、その辺の演出の仕方っていうところもすごく良かったなっていう感じがあるので、一回やっぱ歌舞伎は見てみたいなって思いましたね。だから曽根崎心中だと最後、2回目のやつだよね。横浜流星さんが糖尿病になって、足がね、片方義足になってるんですけど、それで演じたいと、ね、結局はさ両足が壊死して、糖尿病で、両足とも切断しなきゃいけない未来があるから、最後にこれを演じたいっていうので演じるんですけど、そこの横浜流星さんの演技がもうすごいんですよ。表情もね。だからさ、お父さんのさ渡辺謙さんの、結局糖尿病で亡くなるんですけど、そこがさやっぱ遺伝的に、同じ病気で、横浜流星さんも亡くなるっていうことなんだけど、その渡辺謙さんがその、病気になってっていうところの演技も結構すごくて、この2人の演技がねちょっとね、私はこの国宝に関して言いますと大注目ポイント。大注目ポイント。はい。確かに吉沢さんと横浜流星さんが結構フィーチャーされがちではあるんだけど、ケン渡辺もやっぱすごかったね。いやだって世界のケン渡辺確たるものさすがだなっていうところはあったよね。そう元気な頃と死ぬ間際みたいな感じのさ、弱ったところのさ、この演技のこの、演技分けというかさ、なんかさ顔の全然別人になってたし、表情とか、なんかその若い時、だから、吉沢亮さん役がまだちっちゃい子供の時みたいな時から、渡辺謙さんは出てるんだけど、そっから時を経て、最後さ目がほとんど見えないみたいな感じになってたじゃない。その時のその、老いた渡辺謙、それが、ね、すごかったね。本当に老いてたからねもう健さんやばいじゃないですかみたいな感じの、そうなんですよ。雰囲気がね、やっぱすごいなっていうところだよね。そうだよね。いやーすごいっていういう表現もなんかもう安っぽくなっちゃってあれなんだけど、確かにもう本当に今年ナンバーワンと言っても過言ではないんだろうなっていうような雰囲気は全然感じられる。そんな骨太な骨太だし、なんかそうやすやすと越されなそうな気はしてるそうだね、テーマもテーマっていうところもあるだろうし、本当にすごい作品でしたねこれは。だからさ原作がさ、小説？そうですね、吉田修一さん原作、800ページぐらいある超大作ですねこれは。これはね映画用にこう短縮というか、そうだね、実際のところ結構短縮されてたみたいで、特に、僕も見ててちょっとよく分かんないなって感じてたんですけど、女性関係周りのところの描写とかっていうところが、かなり省略されているところは映画ではあったっぽいんだけど、原作はそこが結構しっかりね描かれてるみたいな感じだったんで、原作と合わせてまた照らし合わせてね、そうね、これ見てみてもいいかもしれないですね。もう面白そうだなってちょっと私は思いましたね。そうだね、いやーすごい本当に骨太おちゃらけ要素全くゼロの感じ、でも重々しい感じはなく、いい感じのテンポの良さみたいなところもあるので、ぜひね映画館のいい音響のいい映像の
環境でこれは本当に見るべきだなっていうのを思いましたね、これは。そうだね、やっぱりなんかその歌舞伎独特のその音楽とか音みたいなのもあるから、なんかそれはしっかりね、劇場で見ていただきたいなってちょっと思いますね。ですね。だから3時間が割とあっさり3時間になるっていうか、こういう重いやつってさ、ずっしり3時間みたいな感じになりがちなんだけど、そういう感じではないんだよね。なんかテーマは重いんだけど、軽さがあるというか、重しくならない感じではあってさ、それこそ2時間ものの映画を見た感じの、なんだけど、時間を見れば3時間経ってたみたいな感じかな。そうだね。いや、素晴らしい作品でした、これは。ぜひ皆さん見ていただければという感じですね。着物とかね、結構ね、お洋服とかね、昔のものが再現されてるので、ぜひ洋服好きの方もですね、見ていただきたいなと思いますね。そんな感じでしたね。はい。お便りをいただいておりました。いつもの KK さんから KK さん、お便りをいただいておりました。勝間さん、大黒さん、こんにちは。今回めっちゃ良かったです。ちょっと前回収録のね環境はちょっとミスってて、ちょっとかなり雑音で聞きづらかったかなって思うんですけど、ありがとうございます。これはやはりプロ野球界タイガース界はレギュラー化していただきたいです。需要ありますよ。トトテル界とか聞きたいなって。今ね、絶賛連敗中なんですけどね。今はね、ちょっとタイガース連敗してますけどね。3月に E テレで放送した浦沢直樹の満面ネオ、大友克洋のドーム会、もうすぐ再放送されますので、もしよろしければご覧ください。あと Vlog 熱望とのことです。お便りありがとうございました。確かに浦沢さんのこのやつね、一回 KK さん言ってくれてましたね。確かに、ね。6月29日に再放送とのことなので、これは月末ぜひ見てみようかなというふうに思いますね。カレンダーに入れとかないとね、ちょっと忘れちゃいそうになるので、ぜひ見てみましょう。そうですね、Vlog も熱望いただいているということで、そうですね、お尻を叩かれた感じなので、頑張ろうという感じになりますね、これは。今月はね、時間があるかもしれないので。そうですね、ちょっと時間が取れそうなので、その辺もぜひやってみようかなと思いますね。あとですね、差し入れをいただきました。差し入れとお土産をいただきまして、アトリエもともさん、菓子博かな、の紹介をいただいたアトリエもともさんから菓子博のお土産をいただきまして、であとそのアトリエもともさんの作られているお菓子っていうところもいただきまして、いや美味しかったですね。美味しかったですね。そうすいません、お気遣いさせてしまって申し訳ないです。こんな差し入れというかお土産とかいただいたの初めてだったのでただ皆さんお気遣いなく。そうですね。全然こんなお気遣いいただかなくて全然大丈夫ですから、聞いていただいてるだけで全然嬉しいんですけどね。あともともさん本当に改めてですけどありがとうございました。とても美味しいお菓子だったので、2人でいただいて楽しませていただきましたので、ありがとうございます。今週はこんな感じですかね。このエピソードを聞いて番組を気に入ってくださった方は YouTube のチャンネル登録や Spotify や Apple Podcast の番組登録をぜひお願いします。エピソードの感想は YouTube のコメント欄や番組概要欄からリンクしているお便りのフォームからお待ちしています。というわけで今週はこんな感じでした。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。